そうそうそうですそうです。あれがちょっと、あれこれ何の話なの？クリップをずらす。クリップをずらすっていうか、奥に疑似的にそう奥クリップにすることによって結局その突っ込み重視のラインで結構みんなドリフトの時も突っ込み重視のラインで走る方が多いんですよね。だから突っ込み重視っていうことは踏めるのが車が安定して踏める姿勢になるまでがどうしてももぞもぞする時間が長いからその間にも次のコーナーに行ってしまうから踏む時間が短くなるんですよ。だから奥クリップにしてあげてその奥クリップに曲がるを取るためには突っ込み重視のラインでは奥クリップは取れないんですよね、はいそういうこと、だから進入の時のラインを変えないといけないでそれイメージができればできるんですけどやっぱりイメージができないからじゃあもう一個クリップを作りましょうっていうので旗を置いてそういうことですそうこの旗を取っていけば、コースは内側まだ広くあって、内側を走れば速いんだけどあえてそこは1個外にクリップがある状態をイメージしてそこを通っていってあげて奥クリップまで踏んで立ち上がると踏む時間が長くなるのでそうすると次のコーナーに対して早くアクセルを抜くことができるからそこで車を飛ばしたりだったりとか向きを変えたりとかそういうのの練習をするのにっていうのでああいう感じで練習をしながらですね。やっとつながりました。2つの話が。そう。なんでだろう。でもっていうことはバスケットの先生も、多分そこをうまく理解できてなくてただしおらすかもしれないですよね。でもそれでもいいんですけどね。クリップを自分でないところに自分でイメージをして走ってみるっていうのができるようになれば、結局進入するときにその突っ込み重視のラインと、立ち上がり重視でドリフトってやっぱ踏んでる時間を少しでも長くしたいと思えば立ち上がり重視のラインに持っていって踏んであげた方が手前から踏んでいけるんで踏む時間は長く取れるからですね。ここの1コーナーも一緒じゃないですか。突っ込み重視だったらミドルラインかそうですね、しかもあそこ曲がれないですね。で結局アクセル入れれないでしょずっと3コーナーまで、なんでこのアウトに持ってくるかっつったら立ち上がり重視のラインでそこまで意識走ってで奥クリップですよね。ためにはやっぱある程度外からもある程度外の流れ作って体勢作ってもうあそこで踏めますよっていう感じにしとってやっとそこまで深くはまずは考えずに、クリップを自分でどこにイメージして走るか。やっぱ3コーナーをできれば手前じゃなくて奥ぐらいをクリップにしてあそこに向かってコーナーを曲がっていくと思った時にやっぱイン側でいったら奥のクリップまで使おうと思ったらものすごい踏めないですよね。そうやって走らない。そうだから1コーナーもクリップがここじゃなくて入ってすぐのここじゃなくて奥ぐらいって思った時にはさーっていったら奥のクリップ取れないので一回外に持っていったところから踏んでいくって感じですね。方が踏める時間は長く作れますよね。それは立ち上がり重視のライン、単純にコースを速く走ろうと思ったら立ち上がり重視のラインと突っ込み重視のラインを自分の中で一番理想的なところそうですね。ここが一番速いっていうラインを見つけるのが一番速い。そうコーナー1個じゃないからですね。このコーナーはどっちかっていうと、自分の走り方にもよるんやろうけどこっちは突っ込みのが俺速い下手な上に乗れるけんって感じでもありますよね。やっぱ速く走ろうと思うだけならそうですね。やっぱ不得意なコーナーってやっぱどうなんだろう。でもヘアピンとかは意外と次のコーナーにまでの話なんで、その流れはやっぱ次まで持っていきたいけんそうですね。やっぱ
手前をあんまりその、なんでしょうね、突っ込み重視のラインで行った方がその手前のコーナーは速かったにしても結局次のコーナーが同じ R じゃなかったらそのコーナーは立ち上がり重視で立ち上がった方が速く走れるっていうコーナーに対してどうアプローチするかって考えたら手前もちょっと立ち上がり重視で行った方がつながりが速いと思えばその組み合わせどっちも立ち上がり重視でコーナーをつなぐでコーナーは一個一個考えたらこっちのコーナーは突っ込み重視のラインが速いけどこっちのコーナーは立ち上がり重視のが速いけどその間組み合わせがあるそうコーナー流れですね。そうコーナーとコーナーの間をじゃあどっちが速く走れるかってなった時まで考えれば本当はこの1個目のコーナーは突っ込み重視で入った方が速くはいけるんだけど結局その立ち上がって次のコーナーまでが立ち上がり重視の方が要は加速できるとかなのでやっぱり1エアからヤシの木までとかは単純に1エアだけ考えたらイン側にジュンって突っ込んでギュって減速してで近い場所でシュッてきた方が速いんだけど R がものすごいちっちゃいのでやっぱり立ち上がらないじゃないですか。そう考えるとちょっと1エアのタイム的には遅くなるけど立ち上がり重視のラインで来てあげた方がトータルヤシの木の先まで考えた時にはそっちの方が速いとかっていうコーナーの組み合わせもあるんですよね。難しいでやっぱ状況が、出だしたら状況が全く一緒じゃないけ、変わってくるけどでも基本やっぱりその組み立て方はやっぱり一緒だと思うんですよね。そのトータルで考えた時にこのコーナーとこのコーナーをトータルで考えた時に、その走りやすいタイム的にも、言ってもコーナーで頑張るっていうよりはコーナーとコーナーの間の直線で頑張れた方が余裕ができるじゃないですか。楽ですよね、コーナーはやっぱり限界があるんですよね、どんなにそのこうラインを考えたりとかしても、なんかやっぱりそのコーナーとコーナーの間がいかに上手に使えるかっていうのは手前のコーナーのその突っ込みで重視で入っていくのか立ち上がり重視で入っていくのかそれを使ってあげた時の次のコーナーへのアプローチがどっちがやりやすいのか余裕があるのかっていう組み立て方なので逆に3コーナーから1エアまでのところなんて逆に立ち上がり重視でいくよりは勝手にも加速していくところじゃないですか。で R も大きくないからどっちかっていうと突っ込み重視でいった方が速いし無駄な動きも出にくいので、だからあそことかも結局わざわざ山のところなんて奥クリップつく必要ないでしょ。走り抜けてそうあとは次のところの体勢作りで、だからクリップだから、もう山の頂上ぐらいのクリップを沿っていけばいいって思えばやっぱり突っ込み重視のラインなんですよね。で1エアとかはクリップって思ったら突っ込み重視のラインだけど立ち上がり重視って言ったらもうちょい奥を考えない奥にクリップがあるというイメージしないといけないとあそこにドーンって突っ込んでいったらそこまで踏めないので、奥クリップは取れないのでおそらく基本的に今ほらゾーンとか実写とかでもゾーンとかクリップ、アウトクリップとかいろいろ言ってますけどそこだけに行こうっていうんじゃなくてそこに行くためにどういうそのクリップをイメージしてないところにイメージしないとそこには行かないので車がそれが上手にできるようにできる人とできない人で違う部分っていうのは結構差が出るんじゃないかなと思いますね。なんか意外と実車でも走っててもアウトのクリップとかって意外と見ててもいけないです。久々に B1 見るお優勝しました。いや出たんじゃないんですか。出てない。出てないんですね。出たのかなと思いましたグリップでそれ B1 じゃなくて
々に見て、で前に見よったのって見方が変わって、あ、そうでしょう。なんか、まあ、車もなんかわからんけど、なんか面白い人と面白くない人ってはっきりわかるけ。だから走らせてるっていう人と、はいやっぱ操ってるっていう人と、車の動きが全く違う。そうですね。でも逆に走らせてるっていう感じの人がよく走る車に乗ってる人もいるじゃないですか。でも操ってるような感じでやってるんだけど、あ、これ車乗りにくいんだろうなっていうのも分かるでしょう。だからそういうのが見えてくると、もっと見てるだけも面白くなってくるので。ちょっとイメージ変えてほしいけど、あ立ち上がり重視。まだ早いかな、宮本さんの。今自分で今何をやってるのかがだんだんわからなくなってきて。あでしょ。いやだからちょっと早いかなと思ったんですけどね。ちょっとその話するちょっとたまたま話が出たんでちょっとしてしまったんですけど、あんまだからまだ今なんかそういう感じってどういうことなんだろうなぐらいを、はい、なんかいろいろこう走らせる時じゃない時とかに考えたり見たりとかしてみるぐらいでいいのかなと思います。走らせる時にちょっとやってみたくなる。そうですね。やってみたくなりますもんね。すぐですね。他のこと忘れます。そうすぐ調子乗っけ。そうです。なんかまああんまり、今多分ちょっとそこはまだ考えるのちょっといっぱいいっぱいになってるかなと思うので。なんかめちゃくちゃあちこちいっぱいいっぱいになってきた結果。だからまあ無理しない程度に。だから結局今出たワードがその立ち上がりが、俺遅いんですよっていうワードでしょ。だからそのワードの中にはやっぱそういうこともあってのっていうことだから、そんな深く考える必要はないし、逆にドリフトで走ってる人とかイン側が空いとってたら、もう今グリップで走ってるわけなんで、それ抜けそうだともう抜いていいと思うんですよ。抜かないから多分おかしくなってるだけで。分かんないですけど、抜けないかもしれない。そんなことはないと思いますけど、見てる感じで抜けるところで待っていることが多いように見えますけど。そうなんですね。分かんないですけど。でみんなドリフトで走ってるから、やっぱりイン側車1台分ぐらい結構空いてるじゃないですか。そこ行けますよね。いけると思います。なんかもう待つのが癖になってる。そう。だからまあ抜いてもいいと思いますよ。邪魔しなければで抜けるような時はですね。でそれがなんかちょっと余裕ができてきてから、じゃあ抜かずに待つっていうことってどういうことなんだろうっていう余裕が出てきた時には、自然にそのそっか立ち上がり重視のラインってこういう感じなんだとかっていうのももうちょっと余裕が持てて見れるようになってるのかなと思うので、その時そこまでいけるのかな。はい、まず抜きましょう。邪魔しちゃダメですよ。邪魔せんでいけると思ったら簡単と思ってここ抜いても邪魔ならんとかじゃんっていく。そうそのラインで走ってるのに、そのラインで走ってるのに待ってるからおかしくなってるわけで。まあそれはあるかもしれない。そうです。だけども立ち上がりもってなると、もう向こうは立ち上がり重視だけんスーっていく。そう離れていってるように。離れるけど焦れば焦るほど俺絡ましてる。そういうことだと思います。だから遅いわけではないと思います。面白いですね。面白い。なんかいろんなことが見えてきちゃえるけど、まだたどり着いてないとこばっかり。そうです。みんなそんなこと考えて走ってんの？考えて走ってないと思いますよ。意外と。いや上手い人がこう走る剣とか。なんかそういうところから自然にそういう感覚で、逆に言うと突っ込み重視でじゃあグリップで走ってくださいって言われた時に走れる人がどれだけいるかですよね。突っ込み重視でいくと曲がれないとかアンダーになるとかっていう感じになる人が多いんじゃないかなっていう気がしますけどね。こう考えれば考えるほどこういろいろ考える。今日もう家に帰るまでにちょっと立ち上がり重視で全部のコーナー攻めていってください。ガソリンが無駄に減る。ずっと最近ハンドル押してます。
たまに楽勝と投手もあいかいかはいはいっていうんですかいや引いてもいいんですよそう効率がいいとこそうですねろはですね、のはいコーナーによっては結構やっぱ引かんといかんと出てくるけど、でそのうちここはもうそっか押して引いた方がスムーズだなとか自然だなとかっていう余裕が出てきた時には、まあ、あんまり意識せなくても回せるようになってると思うので、そうなってくるとそうなってきたらもう 14MA デビューです俺も西野さん以上に刺さるかもしれない。やばいですね。どこの峠行きますかじゃあ絵になるところに行かないからですね、突っ込んだ時撮影ですしてる時にちゃんと行きますやべえ、なんか走り方変わりそうだけどちょっと一服してからなんか頭の中がもう立ち上がり中心が頭の中入ってきごめんね、立ち上がりいやでも多分それのまだ多分伝わってない感触が僕はあるので、あんま考えない方がいいと思うまだそんなに理解はしてないです理解してます。そういう走り方、ドリフトがそういう走り方がそう多いんだっていうなんかイメージがの方が踏める時間が長く取れる、でもそう考えればグリップも一緒かな一緒ですよって感じはする。やっぱりその言ってもコーナー1個のコーナーだけで終わるわけじゃないので、まあ、次のコーナーその次のコーナーっていう流れを考えたときに、ここは突っ込み重視のラインの方が、ここは立ち上がり重視のラインだとかっていう感じが出てくると思うので、だからグリップっていうかもうオートポリスとかああいうコースでも、ここレコードラインってこうタイヤの跡とかついてるじゃないですか。やっぱり全部のコーナーがそのコーナーに対してアウトインアウトじゃないですよね。結構幅広いです。それは次のコーナーに対してのアプローチを考えたときに、ここはクリップそのアウトインアウトじゃなくてもアウトアウトからインとかアウトアウトアウトで立ち上がった方が次のコーナーまでが速いとかっていうのが結局積み重なっていったときに、コーナーだけが速いんじゃなくて、やっぱりそのコーナーにアプローチする手前のところが余裕がある状態になるように、その手前のコーナーから立ち上がってくるラインとかってなるから、全部のコーナーがそのアウトインアウトじゃないっていう、コーナーとコーナーの間も重要。そうですね。で結局そこはドリフトも一緒なんで、そこでモーションだったりとかその姿勢を作ってコーナーに手前でも余裕を持って入れた方が、コーナーも当然余裕がある状態で走れるし、もう当然立ち上がりもコーナーそのドリフト中でコーナー曲がってる時に余裕があった方が立ち上がりに対しても余裕ができるので、できることが増えるっていう。そうヤシの木とかもですね、アウトインアウトでただ入ってしまったら曲がるので一生懸命で、うまいこと立ち上がる曲がれたと思っても次の向こうまで行かないといけないので全然なんです、わーってなってガードレールがシャンって当たるでしょ、だからちょっとラインを、アウトにアウトじゃないけど外した状態でアウトからミドルアウトぐらいに持ってくるラインでした方がもう立ち上がる手前ぐらいから余裕があるので、もう狙えるんですね、そこでドリフトの場合はそこから踏んでいける、でそこでもぞもぞする必要がない。うまいこと持っていくと、そのが速いとなんだろう、ぶつからん自信がありますよね、全然余裕で、逆にそこだとギリギリ攻めていくっていう感じでいけるけど、でその感覚はドリフトでもグリップでも一緒じゃないですか。でもその辺からあーっと思った時にもいけるかいけんかって大体は、そうですそこで俺いけると思って一気にガードレールで一緒ですどうにか行こうって言ってそれはいいと思いますよ。チャレンジは大事です。我慢したくないケースだけどいつもみんなあーって言うんです余裕がある時はそんなならないならないです。全然余裕って、抜けれるってドリフトでも一緒だと。世界が広がっていってる。